鯖缶玉ねぎです。鯖缶と玉ねぎでなんか健康にいいみたいなのがちょっとなんか流行ってる、僕もねちょっといろいろ作ろうかなということで今回やってみました。鯖缶と玉ねぎの書籍とかも出てて、ほんと玉ねぎと鯖缶を合わせるだけっていうね、すごい簡単で健康にいいというものです。で、一応メインはこれで、よく言われてるのは玉ねぎをスライスして鯖缶と一緒に食べようっていうものですね。なのでメインはこれです。で、今回は味付けはポン酢にしてて、玉ねぎは生だとめちゃくちゃ辛いんで、今回は新玉にしてます。甘くて辛みもほとんどなくて美味しくて、そのまま食べられるんで、基本こういう風に食べたりとか、あとサンドイッチにするとかっていう場合は新玉がいいと思いますね。辛みも全然ない。で、一応玉ねぎのこの栄養っていうのは水溶性で、こうつけちゃったりとかするとどんどん逃げていくということなんで、汁も一緒に食べちゃった方がいいのかなっていう基本みたいです。で、これもね、過去に何回か動画にしてるんですけど、もう鯖缶と玉ねぎをそのままマヨネーズで和えてサンドイッチにしたものです。これもすごい美味しくて、僕の大好物なんですけど、何回も動画でやってますね。とても美味しいです。そして、この鯖缶と玉ねぎっていうのは全然加熱しちゃっても問題ないというふうに書いてあったので、じゃあなんか簡単に加熱したバージョンでもやりたいなということで2種類やりました。カットトマトと一緒に煮ただけのものです。これも鯖缶の旨味めっちゃ出てていい。コンソメ入れたりとか、もっと味濃くしたりとかっていうのも全然ありだと思うんですけど、鯖缶だけで結構旨味出るんで、もう今回はほんとシンプルに味付けは塩コショウだけっていう感じですね。ニンニクちょっと入れて。で、なんかもう一つサバ味噌を使ってみようかなということで、そぼろっぽいやつです。玉ねぎと鯖缶入れて、水気なくなるまで炒める、煮るだけ。かなりうまいです。ほとんどサバ味噌の美味しさに助けられてるような感じなんですけど、うまい。で、これは昔なんかのレシピを見たような気がするんで、何だったかなと思って探したんですけど、ちょっと思い出せなくて、今回新しくページ見た時にちょっと参考にさせてもらったものがあるので、そちらを貼っておこうと思います。というわけで、鯖缶玉ねぎでした。食べる量の目安は、だいたい1日に鯖缶半分と玉ねぎ半分。なので、これ1回分ぐらいが1日いいよみたいな感じで書いてあったんで、続けられるといいのかなということで、ちょっと他のアレンジもやってみました。また鯖缶流行ったりとか、この玉ねぎと一緒に食べるやり方再燃してるというか注目されてるみたいなんで、僕もまた食べ始めようかなと思います。実際ダイエット中も鯖缶結構食べてたんで大好きです。で、あとこれ鯖缶の美味しさにかなり左右されるんで、生臭いものとかだと全然美味しくないとかあると思います。で、今回僕が使ったこの愛子ちゃんの鯖缶、伊藤食品、この鯖缶はもうずっともう何年も前から使ってて、基本これしか使ってないですね。これの美味しさを知ってからはもうずっとこれで、なんか愛子ちゃんもねカラフルになって、昔はね白黒の子だったんですけど、なんか今すごいカラフルだし、なんか服装もいろいろありますね。おすすめはこの銀の鯖缶です。これうまい。